ピアノは5歳から始めたんですけど、リトミック的なものを音楽教室で3歳から始めて、2つ上の姉がいて、で、姉がまずそこに通い始めて、おそらくついていったんでしょうけど、もちろん3歳の時のことなので、はっきりは覚えてないですけど、多分一緒についていって、楽しそうだから一緒に習いたいって言ったんじゃないかなと思います。やっぱりやめようと思ったことがないっていうのが一番ですかね。2つ上の姉と2つ下にも妹がいて、で3人とも一応ピアノを習ってたんですけど、姉と妹は辞めちゃったので、それもなんか全員辞めちゃうのもっていうのもあったかもしれないですけど、でもやっぱり、辞めようと思わなかったっていうのは、やっぱり好きだったのかなと今から思うとそんな感じがします。これがきっかけで今日から私はコレペティになるぞっていうようなのはないんですけど、音楽大学に入学した頃から、とにかく人と一緒に演奏するのが好きで、とにかく言われたらもう歌手でも弦楽器の人でも管楽器の人でもホイホイついていってコンクールなり試験なり、演奏会で伴奏してて、で、卒業して今度留学しようと思ったんですけど、その時には声楽の伴奏科っていうところに進みました。それでそうなるとやっぱりかなり多くの歌手との出会いもありますし、レパートリーも増えますし、でその声楽の先生方もたくさん知り合いになりますし、そこにはコリピティの先生方もいて、で言われるがままにいろんなところで弾いてるうちに演奏会とかではアリアの伴奏をすることとか、デュエットの伴奏とかが主なんですけど、アリアっていうのは本当にオペラの一場面なので、やっぱり全体を知りたいなっていうのが一番のこの興味を持ったっていうところだと思います。そうですね、アリアをどんどん弾いていくうちにオペラも見たくなるし、弾いてみたくなるし、でまた見に行くとこんな大掛かりなものをどのようにして出来上がっていくのかっていう現場にも興味が湧くし、オペラの現場でも弾いてみてくださいっていうようなお話もいただいたりして、言われるがままにやってるうちにオペラのお仕事もさせていただくようになりました。楽しいこととしては、2回前の時にたまたまミュンヘンに留学してたんですけど、その時の友人がたまたま受けてて、韓国人のテノール歌手だったんですけど、それで声をかけてくれて、浜松の美味しいうなぎが2人で食べに行けたことをご飯つながりで言うと、なかなかコレペティ同士が6人とか一緒に集まる現場ってないので、仕事は大変なんですけど、終わってから、当時はまだコロナじゃなかったので、みんなでああだのこうだの今日あったことを話しながらご飯に行くのもすごく次回に向けても楽しみです。大変なことはやっぱり準備は結構大変で、特に2次がこのコンクールはオペラ1本1役なので、だいたい10人ぐらい担当してたと思うんですけど、やっぱ知らないオペラとかが入ってきちゃうと、準備は大変ですし、日によって朝合わせリハーサル何人かして、昼から本番何人かして、さらに終わってからもリハーサルがまだ残ってるっていう日が1日2日あって、その辺は体力勝負です。私もそんな音楽大学に入った時からコレペティになるぞと思って突き進んできたわけではないので、回り道も多かったと思うんですけど、でもやっぱりどんな本番でも小さな本番でも数こなしてやっぱり経験を積んでいくことは
それがたとえ管楽器との本番であっても歌曲のあれであっても絶対何をするにしても役立ってると思いますし、何よりやっぱたくさんの人との出会いがないとお仕事にも結びつかないですし、やっぱり何でもやるっていうのは私はやってきてよかったなと思うし、それによってやっぱり多くの出会いっていうのがもう本当に何人と共演したかっても数えられないぐらいなので、それは本当にこの仕事をしてて一番の財産かなと思ってます。それとやっぱりオペラとか歌手とやるときは、歌詞がつきものなので語学はやっぱり絶対必要です。何語でもイタリア語が一番多いですけど、イタリア語、ドイツ語、フランス語のまずどれかをスラスラある程度言えるようになると世界が広がるし、あとは外国人の指揮者とか歌手とのコミュニケーションも円滑にできますし、語学は歌手とやりたいなら絶対避けては通れないと思います。あとは指揮者に合わせて弾くっていうのが立ち稽古とか音楽稽古でもそうですけどっていうのがちょっと特殊だと思うので、ピアノの学生っていうのはどうしてもあんまりオーケストラの中で弾くっていうのが少ないので、指揮を見ながら演奏するっていうのは苦手というか慣れてない人も多いと思うので、やっぱりシンフォニーでもいいですし、オペラの本番で指揮者の動きをよく見ておくっていうのも必要かなと思います。